日本狂人发布会动手打人，中国硬汉冲上擂台铁拳狂揍，险些将其一只眼睛打瞎掉。这位嚣张跋扈的日本人，就是日本75公斤级踢拳王者神保克哉。不仅在台下无法无天，擂台上的他更是心狠手辣，凭借一双强悍无比的铁拳，无论是本国的选手还是其他国家的精兵强将，他不是把对手击晕在擂台上，就是打得对方口吐鲜血认输。至此这家伙完全飘了，根本不把任何人放在眼里，尤其是对中国选手，他更加的瞧不起，甚至在赛前出言侮辱中国人只会一些花架子，只要他们敢来日本打比赛，我一定会让他们躺着回国，三脚猫功夫就别出来丢人现眼了。李辉听到小日本的嚣张言论，当即奔赴日本。作为中国75公斤级搏击名将，李辉曾多次拿下50风超级新人王称号，这一次飞往日本，就是要狠狠地教训这个狂妄的家伙，打出中国力量和中国精神。就让我们长按点赞3秒，一起为李辉加油助威吧。比赛铃声敲响，内心充满愤怒的李辉，他并没有过多的试探动作，直接冲进对手的内围拼拳，和死神方便师出同门的李辉，在战术打法上颇有些方便的影子。加之这是一场在日本举行的比赛，日本人赛前张狂的态度也是将李辉的怒火彻底点燃了。李辉第一扫腿破坏重心，组合拳趁其不备发起猛攻，一度打得神保克哉有些难以招架。不过神保克哉毕竟是日本踢拳王者，他的比赛经验很丰富，慢慢的稳住了场上的局面。相当フレームがでかいですね。そうですね。あとこの距離はリー・ホイ選手の距離ですよね。そうですか。竹原さん、打撃パンチはどうですか。いやまだね距離が遠いんでね得意な接近戦で打ててないんでちょっとまだ距離ですよね。このトーナメントにあってローキックこのカーフキックは有効です。左返しのフック。相打ちですかね。パンツ。いや、パスさん伸びてきますね、パンチも。いい方結果そうですね。随着比赛的深入，两人的比赛逐渐进入白热化状态。尽管神保克哉加强了自己的反击力度，但无论是从拳头的精准度还是力道来说，神保克哉明显都要逊色于李辉。在李辉灵活的拳腿组合下，每当神保克哉想要发起反击，但是立马就会被李辉的扫腿打乱节奏，可谓是相当的憋屈。不把中国人放在眼里的神保克哉，这一次算是踢到铁板了。神保は詰めようと近い距離にしようとしても前蹴りとかで止めてきますからね。前蹴りをキックでうまく戦いますね。ワンツー、左のジャブから右のストレート。先ほど見ても今度はバックキックもあります。アッパー左ミドルです。さあ残りが50秒になります。また右このオーバーハンド、ちょっと遅れてパンチが出てきます。まさかやっぱりリー・ホイの距離なんですね。そうですね。ちょっと圧を感じてるんじゃないですかね。ボディーストレートでした。今度はまたカーブキック。右のストレート、少し流してはいますがパンチ。そうですね。うまくこう神保首振って流しましたね。神保のジャブはいいですよね。そうだ。一つ刺しました。左からついていくといいと思いますね。まさにこの左のジャブ対応しています。李辉牢牢地掌握着比赛的节奏，神保克哉局面十分被动，他打不出任何像样的反击。反观李辉，他打得相当的放松，不管是出拳还是出腿，都能够精准地打在神保克哉的身上，一直到比赛回合结束。これが戦いのシーンです。松田さん、これ印象的なのはやっぱりそのカーフキックでしょうね。そうですね。カーフキック、下からどんどん崩していって。ゲストの平子祐希さん、なんといってもこの回帰っていうのは神保がさあ第2ラウンド。比赛来到第2回合，李辉气势如虹，他不断压缩神保克哉的活动空间，一度将神保克哉压制在围绳边上。神保克哉立马以中段扫踢控制距离，李辉不慌不忙，抓住机会就是一套组合拳猛攻，打得十分的漂亮，就应该这样狠狠地揍小日子，让他们知道中国人的厉害。前重心になっています。今度ボディ
一つ入れますが構わず下がってくれません。パンチが3発4発連打できますからね、やりにくいですよね。さあ接近戦から右につなげた最後前蹴り関節蹴りも出してきた。うわ一つ右入れました神保。先ほどの第1ラウンド終盤からこう左のジャブを使い始めているのが神保でもあります。でもジャブから他の攻撃につなげたいですよね。これ初めて中央から逆に迎え入れられた。沈宝克哉抓住机会，将李辉逼到了围绳边上。他想趁此机会进行输出，奈何李辉在战术和拳法的连贯性上，明显比沈宝克哉更加灵活多变，立马又将沈宝克哉压制了回去。让人惊叹的是，沈宝克哉的抗击打能力是真顽强，挨了李辉这么多拳头，他依旧还能坚持比赛。看来这家伙挨揍的能力也是一绝。この特攻ファイトのイメージですけれども、平子さん、このところこうテクニックが実は評価されてるんですもんね。そうですよね。ただ今前にスッと出る瞬間にいいカーフがもう3発4発って入ってるんですよね。このダメージちょっと気になりますけどね。ミドルキックも出してきた。ミドルジャブはありますが、この後がつながらないか。一つ入れたアッパー。前のジャブをこう刺すようにしますが、でも間。ボディーだ。左ミドルはリーホイ。リーホイは28歳です。27歳が神保。身長では3センチ差があります。左ボディにつなげた。ワンツー。今近い間合いになりましたけれども、近い間合いですが自分から少しまた距離を取りました神保。また前に出る。左ボディフック。そうですね、この距離すごく高いですよね。高强度的作战导致双方的体能都有所下降。不过面对嚣张的日本人，李辉可不想给对方任何的机会，他依旧保持着高强度的进攻节奏，让沈宝克哉十分的難受。そうですね。さあここはこの前が神保下がりたくないか。まだなかなかコーナーに追い込むこともできてはいませんが、時折こう近い間合いにはなります。当然神保のリーチ度が短いんですが、そのパンチが届く距離。一度パンチ始まれば回転もありますが、右のストレートを逆に下がらせられます神保。膝左、初めて膝を出してきました。比赛来到第3回合，李辉气势不改，继续步步紧逼，接连不断的拳法攻势，一拳又一拳的朝着沈宝克哉的头上砸去。面对李辉的强势猛攻，此时的沈宝克哉反应已经慢了下来，他只有抱头防守的能力，却很难打出像样的反击来。李辉打出的每一拳都像装了定位器一般精准，一拳又一拳招呼在日本人的脸上，沈宝克哉的脸都被李辉给打烂了。裁判见状赶忙叫停比赛，让医护人员赶紧进行处理。此时的沈宝克哉模样十分狼狈，一只眼睛都险些被打瞎了。比赛重启后，李辉趁势追击，凶猛的拳腿攻势再一次朝着沈宝克哉倾泻而去。此时的沈宝克哉只有招架之功，没有丝毫的还手之力，彻底沦为了李辉的人肉靶子。不过沈宝克哉扛揍的能力确实顽强，在李辉如此猛烈的攻势下，他依旧紧咬牙关坚持，顽强的站在擂台上继续比赛。一つ入れました右のストレート神保。しかしガードの間からも強いパンチ振ってきます。ちょっとフック気味のパンチなんですよね。あれが今のパンチ、ね、もう一つ入った、何発も入ってます、ね、さあ神保がしかし前に出ます。リーホイちょっと疲れたか。さあ神保にとってはここ行くしかない。行くしかないですよね本当。左ボディフック、右からボディストレート、ここショートのアッパーにストレート。ここはもうスイップが上使ってはいますが、もらっているのがやはり神保。放ちながら入れ替わりますリーホイ。大きな背中リーホイ、右で2つ出してきた。ワンツーアッパーも絡める。なんかもう神保はこう顔が血で染まると鬼のような形相に見えますね。赤鬼みたいな。まさに鬼神が乗り移ったかのような神保克也。しかしこの階級は神保克也が動かし始めた階級です。ここで姿を消すことになるのか。残り1分があります。
ここからも倒してきました。比赛进行到回合末端，双方的体能已经消耗殆尽。申宝克在为了不被 KO， 他充分发挥了自己粘人的打法，牢牢地贴在李辉的身上，这让李辉的重拳失去了发挥的空间。无论李辉如何挣脱，申宝克在就像一张狗皮膏药一般，甩都甩不掉。申宝克在真是人见又扛揍啊！下がらない神保。さあ追い詰めるかコーナーにいいボディ。膝が入った。返してくるリーホイ。ヒットさせたのは神保。今膝の前にも神保がいいインサイドの今のボディ打ち、インサイド溝打ちのあたりパンチ打つんですよね。これもいいですね、左ボディ。さあ飛び膝。死に方用意、その覚悟で挑むトーナメント。神保勝也。残りが10秒。さあ神保右のストレート、いいの入れた。返されたか。ボディアッパー。右のショートのフック。神保勝也入れた、お互いに。ここで試合終了。終始リーの方が優勢でしたよね。で回転が速いですね、リー選手は。麻生さんどうでしたか？最终两人打满3回合的比赛，李辉以大比分优势获胜。大家觉得李辉打得怎么样呢？欢迎在评论区留言，喜欢格斗的朋友给个3连再走呗。